こんにちは、ニッケです。今回は2020年5月末に発売されたマシーネンクリーガーのフリードリッヒを作っていきます。パーツを切り出しながらキットの内容に触れていきたいと思います。このキットは青森県立美術館での展覧会を記念して2014年に発売されたキュスターとのボックスセットからフリードリッヒを単品で販売されたものになります。またフリードリッヒに続いてキュスターも8月の下旬に発売との嬉しい発表がされました。おそらく抱き合わせだと片方しか欲しくないユーザーへの配慮と価格面的に売れにくくなるためか、このような変則的な再販になったのかなと思います。切り出しの途中ですが、体と区別しにくそうなパーツはまとめておきます。ABS パーツはランナーごと洗浄してナイロンポリプロピレン用プライマーで下塗りしました。手足のパーツは左右に分けて切り出しを行ってます。動画ではカットしていますが、パーツを切り出した後にゲートと引きの処理をして少しだけモールドを彫り直しております。内容の続きは組み立てながら行っていきます。フリードリッヒは後に量産されるグスタフに先行して少数製造された試作機という設定のためか、機体部分は2012年に発売されたグスタフに一部フリードリッヒのランナーを追加された内容になっています。そのため機体だけで見るとグスタフを作ることも可能になっています。マシーネンクリーガーはデフォルトでピンバイスを使う場面が多いです。パーツの内側にガイドのへこみがついていますが、注意しないと穴を開け忘れてしまいます。このブービートラップに何度もはめられています。パイロットフィギュアは2体付属していて好みで選択できるようになってます。2体あるパイロットフィギュアのうち1体はケッツァーからの流用です。マスクをつけているのが流用されたフィギュアになります。足を組み立てていきます。足と腕は合わせ目が出るので接着していきます。接着するのでポリキャップの向きに注意して組み立てています。足のくるぶし部分に穴を開けて装甲を追加しないといけないのですが、ポリキャップの向きに気を取られたせいか、完全に見落として接着してしまいました。見事に穴を開け忘れましたが、こちとら慣れたものです。後から懐中電灯で裏から光を当ててガイドの位置を確認して表から穴を開けて対処しました。左右対称なので反対の組み立ては割愛します。お次は腕の組み立てです。シールドをつけるために前腕パーツにピンバイスで穴を開けておきます。足と同様に接着するのでポリキャップの向きに注意して組み立てています。流し込みタイプのセメントで接着するので少し隙間を空けて組み立てています。後で合わせ目が出てもパテで埋める心づもりでささっと接着しています。作業に集中しちゃって気を抜くと手元を手前に引き寄せてしまってしばしばフレームアウトしそうになります。気をつけて撮影しているのですがどうにも治りません。ご容赦くださいますようお願い申し上げます。では細かいパーツ分割になっているので事前に組んでおきました。では開いた状態と武器を持たせる2パターンから選択できます。左腕はマシーネンの設定で主力装備のエクサイマーレーザーになっています。レーザー装備部分の組み立てだけで対象パーツは省略します。マシーネンはパーツ数が少ないのでサクサク組み立てが進みます。手持ちの武器はパンツァーファーストで2種類から選べます。これで一通り組み立てが終了しました。次は工作に入ります。まずは後はめの加工からサイドのクリアパーツの下のダボをカットして差し込んではめ込めるようにしました。背もたれの下のダボをカットして塗り分けが面倒そうな座席を取り外しを容易にしました。次はディティールアップです。大幅な改修はせず少しだけいじっていきます。まずアンテナをカットして穴を開けます。1.5mm のスプリングと 0.5mm の真鍮線を使ってアンテナを乾燥します。スプリングと真鍮線の隙間はパテで埋めました。長すぎたので少しカットしてバランスを調整しました。
左の二の腕に穴を開けて、余剰パーツのケーブルを通しました。ランナーをカットして作った輪っかのパーツを、見栄えを小増しにするため、ケーブルを通した根元に接着しました。ジャンクパーツに穴を開けて、胴体に接着します。思ったより厚みがありすぎて見栄えが悪いので、胴体をくり抜いてはめ込む形に変更します。毛書き針でガイドをつけてから、ピンバイスとデザインナイフを使って穴を開けます。こんな感じでぐるっと一周、穴を開けて、穴の間をカットします。くり抜いた場所に、先ほどのパーツをはめ込んで、ケーブルを通せば完了です。胴体にはめ込んだパーツは、マシーネンのフィギュアセットに付属していたオイル缶の蓋です。適度に情報量があって、それっぽく仕上がったように思います。U の字部分の先端がスパッと切れているのが気に食わないので、形状を少し整えます。先端をデザインナイフで切り落とします。軽く紙やすりで整えて、エポパテで成形します。パテを持って、ある程度形を整えておきます。パテが硬化して、さらに整えるとこのようになりました。背面のこの字のパイプを太くしたいので、0.8 ミリの真鍮線に置き換えます。少し下向きに角度がつくように先端を曲げておきました。好みで太くしましたが、倒れた時にもこれなら折れる心配もなくなりました。ヘルメットと顔の隙間が目立つので手を加えていきます。接着すれば隙間は埋めれそうですが、塗り分けが面倒になるので、ヘルメットをくり抜いて、額をパテで延長することに。こんな感じにくり抜きました。額は、ヘルメットのくり抜いた形状に合わせて延長しました。マスクにホースをつけます。穴を開けてワイヤーを仕込みます。エポパテを細く伸ばして、くるくるとワイヤーに巻きつけます。デザインナイフで形を整えていきます。放課後に、ヤスリで整えるとこのようになりました。目立たない箇所ですが、額部分はいい感じになりました。これで一通り工作が完了しました。次は塗装していきます。下地にサーフェーサーを拭きます。成型色が黒のプラに黒サフ。塗り応えがなさすぎます。顔だけは白サフです。動画ではカットしていますが、サフを拭いた後に合わせ目と引けのチェックをして修正をしています。今回は修正箇所が2箇所ありました。塗り分けしやすいようにクリアパーツをマスキングしてつけておきました。今回は箱絵のような2色迷彩にします。ベースになる色を塗りました。黒立ち上げほどではありませんが少し影が入ったように塗装しています。ノズル口径の小さなハンドピースに変えて迷彩模様を描いていきます。模様のつながりを確認したいので、ある程度組んだ状態で塗装しています。迷彩だけに出だしは少し迷いましたが、勢いでざっと塗っていきます。胴体部分の塗装はカットを挟まず早送りでお送りします。今回迷彩塗装にしようと思ったのは、箱絵のカラーリングがかっこいいのもありますが、買ったばかりのハンドピースを試したかったからです。今使っているのは、エアテックスのビューティフォープラスノズル口径 0.2mm です。アルミ製で軽くて疲れにくそうなので、細拭き用に購入しました。ノンストップで迷彩塗装してみましたが、手に馴染む形で軽くて疲れにくかったので、買ってよかったなと思いました。余談を少し、この商品は、カラーバリエーションが5色あるのですが、白色だけとても安くなっています。白色だけ安くなっている原因は、公式通販サイトの注意書きに、白色は塗装仕上げのため、他の色づき、エアブラシより塗装面が溶剤に弱い傾向にあります。と記載があるためなのかなと思います。ホビー用の薄め液程度では大丈夫だと思いますが、この商品の購入を検討されている方がいらっしゃいましたら、カラーの選択には注意が必要かもしれません。あらかた描き上がったので、胴体と下半身を組んだ状態で模様を調整しました。ブラシを戻し、他のパーツも塗りました。マスキングして塗り分けていきます。足の裏のような部分は、マスクなしでも割と平気です。マスクが面倒な箇所は筆で塗っています。色を変えて、塗り分けの続きをしています。塗料の濃度は、希釈して試し拭きして確認しています。
あと、朝食も缶で混ぜているので、色の比率は無表記にしています。ジョイントパーツを塗っていきます。こちらも面倒な箇所は筆塗りです。マスキングして白のラインを入れていきます。ベースの塗装が終わりました。次は筆塗りで仕上げの塗装に移ります。まずはエナメル塗料で墨入れと影の強調をします。アクリル塗料のパレホでレタッチと塗装をしていきます。白いラインの境界を調整したり、ジョイントにハイライトを入れました。座席とフィギュアを塗装しました。武器はレタッチです。金属っぽい部分にドライブラシでシルバーのハイライトを入れて、オレンジっぽい色でフィルタリングしました。デカールを貼っていきます。書き忘れていたフロントの白のラインもしれっと追加しておきました。浮きそうな部分は軟化剤のマークソフターを使っています。一部レタッチしてコントラストの調整とかすれた感じにしました。サビの書き込みとチッピングをします。今回はパレホで描き込んでいきます。こんな感じになりました。艶消しクリアを吹いてパレホのモデルウォッシュでフィルタリングをしていきます。事前に艶消しで表面を荒らしておくと塗料が滲んで定着します。塗るときは重力を意識して上から下に塗っています。拭き取るときも上から下です。わずかにトーンを合わせて全体をなじませるのが目的なのでほとんど拭き取ります。フィルタリング前の腕パーツと比較するとこんな感じです。サビの強調やオイル汚れなどを追加していきます。普段はエナメル塗料でやることが多いですが、なんとなくパレホのモデルウォッシュでやってみました。3色を調色しながら塗っています。拭き取る時に使っている液体はただの水です。エナメル系の方がコントロールが楽ですが、気まぐれでこんな方法で汚しを入れたりもしています。パレホのモデルカラーを希釈して使うこともあります。剥がしやサビを書き込んだ部分とパーツの接合部分を重点的に書き込んでいます。雨でサビが流れたような汚れも書いています。サビサビなのもかっこいいですが、今回は汚し控えめで仕上げていきます。クリアパーツのマスクを剥がしました。周りに合わせて少し汚しておきます。ものすごく些細な変化ですが、汚す前と比較するとこんな感じです。パステルで足元に砂ぼこりの汚れを追加します。がっつり入れていますが、この後トップコートをかけて気持ち砂ぼこりがついている程度に落ち着かせる予定です。赤茶色のパステルはマットなサビとして使っています。艶消しでコートするとこんな感じに落ち着きます。レンズパーツをクリアオレンジで塗装しました。最後にフィギュアの色味を調整しました。パイロットをパイルラーオンさせてハッチを閉めれば完成です。では、スライドショーをご覧ください。今回はマシーネンクリーガーのフリードリッヒを作成しました。下処理にあまり手がかからなく、塗り分けも気を使わずに作ることができました。マシーネンの中でも作りやすい良いキットだと思います。初めて作ったマシーネンが旧キットの TKA だったので、同系統のこのキットは作っていてなかなか感慨深いものがありました。制作動画を作るにあたってツミプラからガンプラの RG トールにしかマシーネンのノイスポッターあたりを選ぶつもりでいましたが、フリードリッヒが発売されたことでテンション上がって手をつけてしまいました。
塗装をエアブラシメインで行いましたが、普段は筆だけで塗装することが多いです。そのうち筆塗りだけで仕上げる動画も出すと思います。ご視聴ありがとうございました。